小さな頃から人と関わることが苦手だった俺。遅刻なんて何様のつもりなの？私たち、あなたのこと、いつでもクビにできるのよ。トゲトゲしい社長夫人の言葉に思わずうつむいてしまう。人見知りというコンプレックスを解消しようとこれまで努力を重ねてきた。なのに、俺はここで唯一の取り柄である誠実さすら疑われてしまうのだろうか。俺の名前は伊藤司。新卒から入った食品会社に勤めてもうすぐ10年になる。俺は幼い頃、人見知りの激しい子供だった。初対面の人はもちろん、同級生ともうまく打ち解けることができない。どうしても自信がなく、いつも萎縮してしまうのだ。そんな自分が嫌で、何度も変わろうとした。しかし、性格はそんなに簡単に変えられるものではないらしく、32歳になった今でも人と関わることは苦手だった。ただ、一つだけ転機があったとすれば、俺が営業課に配属されてしまったことだ。人見知りな俺は営業職には向いておらず、最初の契約を取るだけでも随分時間がかかってしまったのだ。これはまずいと、俺はコミュニケーションに関するあらゆる本を読み漁り、どうにか仕事をこなそうと頑張った。その結果、同期に比べると少ない方だが、なんとか契約を取れるようにはなった。俺がもっと積極的な性格ならば、仕事もバリバリこなせただろうに。引っ込み思案なこの性格は、俺にとってずっとコンプレックスだった。しかし、あることをきっかけに、この認識がガラリと変わったのだ。いつもありがとうね、伊藤くん。いえ、こちらこそ、いつもよくしていただいて。ニコニコと笑う社長に酒を注ぎつつ、俺は小さく頭を下げる。ある日の仕事終わり、俺は社長と二人で居酒屋にいた。俺はただの平社員だが、こうして社長と飲みに行くことは珍しくなかった。どうしてこうなったかというと、あれは5年前のこと。君、よくここを掃除してくれているね。朝礼前に会社の外の掃き掃除をしていたところ、社長に声をかけられたのだ。会社の掃除は入社して間もない頃からひっそりと始めた俺の習慣だった。契約を取れないことに対して罪悪感があった俺は、せめてこういう形で会社に貢献しようと思っていたのだ。社長？すみません。驚いて萎縮した俺に対し、社長は不思議そうに首をかしげて微笑んだ。なんで謝るんだい。いつも助かっているんだよ。ありがとう。この日から俺は何かと社長に声をかけられるようになったのだ。そして今、隣で美味しそうにお酒をたしなむ社長を横目でちらりと見る。俺に対してよくしてくれる社長にはいつも頭が上がらない。けれど、その一方で、俺は負い目も感じていた。うちの社長はとにかく人がいいことで有名だった。社長が俺を気にかけてくれているのは、おそらく素行がいいからだろう。俺よりも契約件数の多い同期は山ほどいる。そんな同期を差し置いて、俺が社長に目をかけられてもいいのだろうか。社長から誘われるたび、そんな罪悪感が俺の胸を締めていた。そうそう、伊藤くんに話があるんだけどね。しかし、そんな俺の心情などつゆ知らず、社長は少し赤くなった顔でこう言うと、俺に携帯の画面を見せてきた。それは、ある大きなホテルの位置情報だった。今度の日曜日、
私の誕生パーティーをしたいと思っているんだ。実は、今年で還暦でね。家族も呼ぶ予定なんだけれど、よかったら伊藤くんもどうかな。照れたようにそう話す社長に、俺はあんぐりと口を開ける。社長の口ぶりからしても、おそらくこの誕生会は身内でやるものに近い。社員全員を呼ぶわけではないのだろう。そんな中、本当に自分なんかが招かれてもいいのだろうか。ああ、もちろん強制はしないよ。いろいろと都合もあるだろうし。驚きのあまり何も言えずにいる俺に社長はそう付け加えた。心なしかしょんぼりとした社長の様子に俺は慌てて首を横に振る。大丈夫です。驚いただけで。ぜひ参加させていただきます。もとより社長の申し出を断るつもりはなかった。自分でいいのかという不安はあるけれど、ありがたいお話だ。俺の返事に社長はほっとしたように頬をほころばせた。よかった。そんなに固くならずに楽しんでくれたら嬉しいな。ニコニコと優しい顔をして、社長は俺の肩に手を乗せる。きっと誕生会には大勢の人がやってくるのだろう。人の多い場所は得意ではないが、せっかく社長から声をかけていただいたのだ。社長はこう言ってくれているが、きちんと立ち振る舞いを考えて当日に臨もう。そう決意し、俺は改めて背筋を正した。この時の俺はまだ、その誕生会が大きな転機となるなんて、思っていなかったのだ。誕生会は午後1時からだった。電車を降り、早速携帯で地図を立ち上げる。会場は駅から少し離れたところにあるようだった。時間に遅れないようにしなければと服装を整え、駅から一歩踏み出そうとした、その時だった。どこからか苦しそうなうめき声が聞こえてきたのだ。はっとして足を止め、声のした方に目をやる。数メートル先の道の端。そこには、うずくまっている女性の姿があった。大丈夫ですか？ぎょっとしてその女性のもとへ駆け寄る。女性の顔色は真っ青で、明らかに体調が悪そうだ。女性の両手はお腹のあたりに添えられていた。お腹が、私、妊婦で。息も絶え絶えといった様子で女性はそうつぶやく。どうやら傍目にはわかりづらいが、彼女は妊娠しているようだった。彼女の背中をさすりつつ、俺は救急車を呼ぶことに。どうしよう。赤ちゃんに何かあったら、私。不安なのだろう。今にも泣き出しそうな声でつぶやく女性に、俺は力強く声を返す。大丈夫ですよ。きっとお子さんは無事です。俺は医者でも何でもないし、事情など全くわからない。ただ、今俺ができるのは、彼女を元気づけることだけだった。何も心配することはありませんよ。すぐに先生が来ますから。大丈夫。大丈夫です。女性は俺の言葉に小さくうなずきながら、手元のハンカチを力強く握りしめていた。根拠などなくてもいい。とにかく女性を安心させたい一心で、俺は救急車が来るまでずっと女性に声をかけ続けていた。それからほどなくして救急車が到着した。お腹が痛いそうで、妊婦さんみたいです。駆けつけた救急隊に状況を手近に説明し、あれよあれよと女性は運ばれていった。同情はできなかったが、
妊婦さんも子供も無事であればいいと思いつつ、ふと我に返る。そうだ、時間！慌てて腕時計で時間を確認する。女性のことですっかり頭から抜け落ちてしまっていた。そうだ。俺は社長の誕生会に向かう途中だったのだ。気づいた時には、すでに開始時間から30分を過ぎてしまっていた。携帯を見ると、社長から数件の不在着信が入っている。慌てて折り返すも、すでにパーティーが始まっているのか、なかなか繋がらない。せっかく社長が誘ってくれた、しかも還暦という重要な誕生日会だ。絶対に遅刻するわけにはいかなかったのに。急がないと。慌てて会場へ向かおうとしたその時、ふと地面に落ちたハンカチが目に入る。先ほどの女性が握りしめていたものだ。どうやらストレッチャーに乗せられた時、落としてしまったらしい。俺は少し迷った後、そのハンカチを拾い上げ、足早に会場へ向かった。数十分後。すみません！遅れてしまって。俺はホテルの会場へ勢いよく駆け込んだ。会場にいた数十名が驚いたように俺を見る。なんとか間に合いはしたが、食事はもうほとんど片付けられており、会場にはお開きのムードが漂っていた。1時間の遅刻だ。パーティーが終わってしまうのも当然だった。伊藤くん、どうした？何かあったのかい？そんな中、社長は驚いたように声を上げ、俺に近づいてきた。一番に俺の身を心配してくれるその優しさに胸が熱くなる。俺の底を気に入ってくださっている社長には失望されてもおかしくないというのに。社長。俺が状況を説明しようとしたその時。ちょっと、あなた？大きな声とともに、ある人物が社長を押しのけて、ずかずかと俺の前に立った。その姿を見て、俺は大きく目を見開く。どういうつもり？1時間の遅刻なんて。仁王立ちをして俺を睨みつけるのは、気が強いことで有名な社長の奥さんだった。すみません。実は、妊婦さんが倒れてて。突然の罵倒に焦りつつ、俺はしどろもどろになりながらそう答える。しかし、社長夫人はそんな俺の姿を見て、ふんと鼻を鳴らした。妊婦を助けた？何？その幼稚な言い訳は。一体どんな手を使ったかは知らないけど、この人に取り入ろうとしても無駄なんだから。そう言い放った社長夫人に鋭い目つきで睨まれ、思わず萎縮してしまう。確かに言い訳にも聞こえるが、実際そうなのだ。これ以上説明のしようがない。何も言えなくなった俺に、社長夫人は大きくため息をついた。そのまま俺に一歩近づき、肩眉を吊り上げる。本当に、平社員の身分で何様のつもりなの？私たち、あなたのこと、いつでもクビにできるのよ。クビという強い言葉に、冷や汗がダラダラと流れてくる。妊婦を助けるためだったとはいえ、連絡を入れなかったのは自分の落ち度だ。そもそも、俺は出来がいい社員ではない。そんな自分がそこまで悪くなれば、いよいよ取り柄がなくなってしまう。社長夫人が怒り狂うのも、もっともなのかもしれない。だんだんと自信がなくなり、俺はうつむいた。社長も大切な誕生会をこんな空気で
台無しにしたくはないだろう。今日は謝って、もう帰ってしまおう。そう考えて口を開こうとしたその時だった。後ろの扉が勢いよく開かれたのだ。ごめん、遅れちゃって。はっとして振り返ると、そこには若い男性が息を切らせて立っていた。ゆうた、お前が遅れるなんて珍しいな。社長の穏やかな問いかけに、男性は慌てて顔を上げてこう言った。親父、それが、妻が、ゆりが、倒れたと連絡があって。何ですって？男性の言葉に、社長夫人も驚いたように声を上げる。男性は、そんな夫人をなだめるように、慌てて首を横に振った。ああ、でも、ゆりは大丈夫だよ。お腹の子供も無事だって。なんでも、スーツ姿の男性に助けてもらったらしくてさ。若者の言葉を聞いて、社長と社長夫人は、はっとしたように俺の顔を見た。突然の静寂にどぎまぎしつつ、頭の中で状況を整理する。きっと、目の前に立っている男性は、社長の息子さんだろう。その妻が妊婦で、倒れたところを助けられた。まさか。浮かんだ可能性にどぎまぎしつつも、俺はふとポケットに入っていたものを思い出した。これ、もしかして見覚えあったりしませんか？きょとんとした顔で俺を見る社長の息子。ゆうたさんに、おずおずと妊婦さんが落としていったハンカチを差し出す。途端、ゆうたさんの目がキラリと輝いた。この刺繍、間違いない、ゆりのハンカチだ。じゃあ、あなたが妻を？ゆうたさんはそう言うと、急に俺に近づき、がっしりと手を握ってきた。ありがとう。本当に、ありがとうございます。絞り出したような声で礼を言うゆうたさんに驚きつつ、俺は辺りを見渡した。社長夫人はあんぐりと口を開け、社長は一層嬉しそうに顔をほころばせている。そう。偶然にも、俺が助けた妊婦さんは、社長の義理の娘だったのだ。私からも礼を言うよ。ありがとう。社長も同じようににっこりと笑いつつ、俺に近づいた。まさか、妊婦の話、本当だったなんて。呆然と声を漏らす社長夫人に対し、社長は誇らしげに口を開いてこう言う。伊藤くんはいつも真面目で、本当にいい人なんだ。しかし、その言葉はずっしりと俺の胸にのしかかった。俺は、社長が思っているほどできた人間ではないことは、俺自身が一番よくわかっていたのだ。でも、夫人のおっしゃることはもっともかもしれません。気づけば、俺はそんな声を漏らしていた。動揺したように瞳を揺らす社長に、俺は謝罪するつもりで言葉を続ける。俺、そんなに営業成績がいいわけでもなくて、会社の掃除だって、その罪滅ぼしのような気持ちで始めたんです。懺悔するようにそう告げると、社長は少し考えるようにして顎に手を当てた。そして、一歩俺の方に踏み出し、またにこやかな笑顔を向けてくる。私は、そこだけでこんなに人を褒めたたえたりしない。
君はきちんと成績だって残しているじゃないか。思いがけないその言葉に、俺は目を瞬いた。でも、契約件数は少ないかもしれないけどね。継続契約件数は君が一番だよ。お客さんから長く良くしていただけるのは信頼があってこそなんだ。予想外の話に俺はポカンと口を開けた。確かに契約を続けてくださるお客様は多い。ただ、自分が一番だなんて思ってもみなかったのだ。社長は微笑みつつ俺の肩に手を置いた。それに、君は成績にあぐらをかいて掃除をやめるような人じゃない。今日、妊婦を助けたのだって紛れもなく君の善意のはずだ。君は自分にもう少し自信を持っていいんだよ。社長の言葉がじんわりと胸に響く。これまで自分には何の取り柄もないと思っていた。目を凝らしても見つかるのはコンプレックスばかり。だからこそ、他の人より少しでも頑張って誰かの役に立たなければと考えていた。しかし、どうやらその頑張りは少しは俺の力になっていたらしい。俺はきちんと会社の社長の役に立てていたのだ。ゆりも言っていましたよ。誰もが見て見ぬふりをする中、あなたは自分を助けてくれたと。励ましの言葉にも随分元気づけられたそうです。続くゆうたさんの言葉に思わず涙が出そうになる。あの妊婦さんのことも俺はきちんと助けることができたのだ。さらに黙って一連の流れを見ていた社長夫人もおずおずと頭を下げてきた。さっきはごめんなさい。頭ごなしにひどいことを言ってしまって。いえ、連絡が遅れた私も悪いですから。先ほどとは打って変わって丁寧な態度に慌てて俺も頭を下げる。すると、そんな俺たちを見て社長は思わぬことを口にした。実は、妻は初めから君のことを警戒していたんだよ。私が君を部長に昇進させるつもりだったからね。昇進という言葉に目を見開く。なんせ、ずっと自分は仕事ができないと思い込んでいたのだ。出世コースからはとっくに外れていると思っていたのだが、この人、家でもあんまりあなたのことを褒めるから、もしかしたら騙されてるんじゃないかと思っちゃって。でも、あなたなら問題なさそうね。どうだろう、伊藤くん。部長、やってみないか？困ったように笑う社長夫人に、まっすぐに俺の目を見て尋ねてくる社長。今までの俺なら物おじしてしまっていたかもしれない。けれど、俺はもう自分の強みを知っていた。社長のおかげで自分の誠実さを信じることができたのだ。はい。俺でよければ頑張らせていただきます。俺の返事に社長は安心したように笑った。後日、俺は部長に就任した。社長も社員も納得してくれて、今はみんなに支えられながら仕事を頑張っている。あの時助けた妊婦さん、ゆりさんも無事に子供を出産したらしい。今は慣れないことばかりだが、一つずつ着実に仕事へ向き合っていこうと思う。
これまでの努力はきちんと実っている。これからも俺は俺らしく、これからも自分を信じて進めばいいのだから。